皆さんこんにちは、コリエルです。韓国に住み始めてもう14年目、韓国で大学を出て新卒で韓国で働き始めてもう7年目になるんですけど、7年間の間に転職を3回の中でも今回の転職が一番時間かかったし、準備もめっちゃ頑張ったので、今回はその転職についてのお話。新卒で入った会社はスタートアップで、最初求人を見て条件に合わないけどこんな経歴がありますと履歴書を送ったことから始まって、面接を2時まで受けて合格。結構トントン拍子。2社目に関してもスカウトだったので、こちらも2次面接までスピーディーに進み、3社目を考え始めた時に関してはだんだん自分がどんな仕事に向いているのか、何がやりたいのかも明確になってきて、欲が出てきてもっと学びたいとも思ったし、福利厚生、働くスタイルも魅力的な大企業にチャレンジしてみることに。でも行きたい会社で私がやりたい仕事のポジションの空きが出るって本当になかなか難しくて、1年ぐらいはずっと毎日求人を見ていました。私の経歴とは合わないところに志願したりして落ちたことももちろんあって、その時の絶望的な日記がこちら。運が良くなるためには掃除がいいと聞いて掃除をめっちゃ頑張ったりもしてました。仕事に関してもマーケターをしていた時、仕事にずっと違和感があって、それを解消するためにどんな方向に進めばいいか考えていろんな職種を見始めていた時、やっと見つけた行きたかった会社での求人。そして全部じゃないけど割と経歴にも当てはまっていたのですぐ応募した。書類が受かってすぐに面接ではなくて課題提出のメールが来た。課題をやって合格しないと面接が受けられない。今まで全くやったことのない分野だけど仕事と直接関連のある課題で、提出する形式も全く決まっていなくて、長文を書いて整理するのが好きな私はテキストで表現して提出。もうこの課題がとにかく楽しくて、本当に久しぶりに興奮した。これだ、この仕事やりたいってその時本当に思って、もうそこからは徹底して面接準備。ちなみに韓国で就職準備ってどうしたらいいの、どんなサイト見たらいいのという質問に関しては、私の著書であるソウルの暮らし方という本に載っているのでここでは省きますが、とにかく口コミサイトの面接レビューで実際にどんな質問があったか見て、とりあえず関連ありそうなのを全部リストアップして、 YouTube や掲示板で似たような職種でよく聞かれる質問リストをまとめて、業界の最近のイシューも調べる。一次面接はだいたい実務中心、二次面接は人事中心、三次面接は上の人と一次と二次を合わせたような形だってレビューで見て、最初は50個ぐらい回答準備して一次に挑む。合格したら二次のためにまた質問を数十個追加して、三次は今までの総まとめのリストを作って挑んだ。前の会社に勤めながらの準備だったので、退勤後はずっと面接準備をしていた気がする。で、面接はというと、これだけ準備しても思ってもみなかった質問が来たりして、毎回手応えがなくて、絶対落ちたなって落ち込んでたら合格の電話が来るの繰り返し。日本はわからないけど韓国は割と会社にもよるけれども、不合格はメール、合格は電話のスタイルが多くて、怖くてしばらくメールフォルダが開けなかったという。面接の時憧れの会社だったからロビーの写真を撮って帰りたかったけど、絶対撮らないって決めてました。絶対入社してその時撮るぞって。最終的には2ヶ月近くかかって無事合格。1人を除いて誰にも話してなかったので、唯一知ってた人にはすぐに報告。もう全てを得た気分というか、世界で今この瞬間一番幸せな人は私かもしれないみたいなドラマみたいなことを思ったりもしました。というわけで本当に長い過程を経て入社して今に至りますが、努力はしたけど私が特別何かすごい人だったわけではありません。冒頭でもお話しした通り、転職を考えてた1年間別の会社に落ちたりもしたし、オファーもらってもタイミングや条件が合わなかったりで、いろいろあった上でやっとのことできた今回の転職。正直転職は実力半分運半分だと思ってます。たまたまこのタイミングでポジションに空きが出ないといけないし、今すぐ人が必要な状況なのか、もしくはもっとたくさんの応募を待てる余裕があるのかによっても左右されるし、実力だけじゃなくて面接官が求めているその人の雰囲気、性格の持ち主なのかなどなど、もし転職とかに悩んでいる人がいたら、全力で努力してその50以上の力が出せたのに落ちたのであれば、それは残りの50の仕方がない部分で落ちたのだと。そして自分を認めてくれる人が絶対どこかにはいて、やりたい仕事ができる場所が他にあるから起きた出来事であると思ってほしいと思います。今転職して3ヶ月、外国人もいない環境で日本語を仕事で使うこともほとんどなく、求められるレベルが高い。でも長く住んでいるから母国語ではないことをもう言い訳にはできなくて、萎縮することもあるし、今もとっても大変で毎日自分と戦っているんですけど、それでも仕事が楽しい。先のことはわからないけど今を頑張ろうと毎日奮闘しています。今回はできる限りでの転職のお話といろいろ話す動画でした。似
てくださってありがとうございます。皆さん今週もお疲れ様でした。また来週も一緒に頑張りましょう。